けましておめでとう。We wish you a happy new year 2013. ムーパーチャンネルからインターナショナルプレミアムを生放送します。この番組は、dmn.com、JustinTV、BlogTV、Ustream、ニコニコと YouTube もご覧ください。司会のアデイトです。そして素晴らしいゲスト、世界平和委員会空手道本庁ちょうど院大学総裁です。よろしくお願いします。This year's first topics are the new Cold War that's developing in between NATO and Eurasian Alliance. 20世紀の世界のいわゆるこの犠牲国はどこであったかと考えるときに、はい、1940年にセカンドワールドワーが終わったわけです。はい、このセカンドワールドワーはアメリカ対日本と、そして国連軍が、はい、アメリカと一体となって日本が負けたと、はい、そしてその1950年に入ると、もともと日本の領土であったコリアンペニンセラ、はい、いわゆる朝鮮半島に半分に切られている、はい、南はアメリカ軍、北は中国と当時のソ連が入っている、はい、それは、コミュニストとリベラルと、それ38度ラインで戦争している、はい、ここで、朝鮮民族はノースもサウスも血を流した、それで1960年はこれベトナムがまたパッと半分に切られた、はい、南はアメリカ、北はソ連、中国およびソ連、こうなるわけ。この60年代のベトナム戦争、はい、ここでアメリカはヘンリー・キッシンジャー・ニクソン大統領がソ連のブレジネフと話をつけた、ブレジネフと話をつけて、ブレジネフ・ニクソン会談によってこのベトナム戦争は終結して、アメリカはベトナムから撤収する、引き上げ、帰っちゃった。その時に南ベトナムの多くの人が逃げ出してボートピープルと言われてやる、そのボートは海へ沈んでたくさんの犠牲者が出た。多くの人がアメリカの本土や香港や生き延びるために逃げた、いわゆる全部これ北が勝った形、ソ連側が勝ってアメリカを引き上げちゃった、だからそういう60年代はベトナム民族が犠牲になっている、血を流したっていう、死んだ、多くの人が死んだ、そしてこの1970年に入ると、ミドルイーストワード、中東戦争、エジプトとイスラエルが戦う、イスラエルの後ろにはアメリカン NATO が、エジプトにはアラブリーグ、アラブの国々が、こういう形で中東戦争が70年はずっと続いて、それでこれはジミー・カーターが大統領
1978年にこれを終結する。イスラエルへ行って、中東戦争が完全に終結し、中東和平を実現。80年になると、イラン・イラク戦争。イラン・イラク戦争。このイラン・イラク戦争は、いわゆるオイルショックによって莫大なオイルだらがアラブ諸国にたまっただらが、このアラブの大きな経済力がアメリカおよび EU に対するいわゆるエコノミカル、侵略インベーションに、大きなパワーがお金の力で、それをいかにアラブからそのお金を奪い取るかというために作られた戦争であって、時のイランのキングオブキングと言われたパレビ国王がデモによって掘り出されて、パレビ国王は悲劇の国王、悲しい最後を犠牲になるという、そしてここのイランとイラクが戦っているこの10年の間に全部アラブにたまったお金がドルが全部もう武器を買うから払わされ、ワポンを購入して払わされ、こういう中東戦争という、またイラン・イラク戦争というアラブ社会が犠牲になっているわけです。そしてこの90年は湾岸戦争でイラクといわゆる連合軍だね、これアメリカだね、それから、連合軍だから NATO も入る。湾岸戦争がおって、イラクが犠牲になる。イラクがどんどん戦争に巻き込まれて、最後はフセイン国王が殺されると、その前イランのパレビが殺され、このフセインが殺される。こういうふうに、現在、今アラブの春という形でリビアのカタウギが殺され、そしてムバラクが追放され、今アサドがまた攻撃されている。これをやらしているのはやはり NATO である。その NATO と一体になっているのはアメリカである。こういうことで20世紀の時代は10年に1回、セカンドワールドワー、朝鮮戦争、ベトナム戦争、中東戦争、イラン・イラク戦争、湾岸戦争、10年に1回ずっと戦争でアジア人の血が流される、アジア人のお金が武器を買うために払わされる、アジア人の犠牲になって、これで儲かったのは誰だと、いわゆるミリタリー・インダストリアル・コンプレックス、欧米の軍事産業が儲かったわけ、こういう時代が20世紀続いたわけです。今21世紀ですね。21世紀にどういう時代になるかという、これを考えた場合、やはり今アメリカも財政の崖という、いわゆる非常にエコノミーのポリティカルレベルでの
いわゆるその収支が悪くなっている。ガバメントが今お金で苦しんでいるという。今日現在その予算が通ってないわけです、ね、それが財政の崖と言われて、いわゆるバランスが非常に悪い。まあ EU の全体は今落ち着いたかのように見えるけれども、まだ基本的に解決したわけはない。ギリシャもイタリアもスペインもポルトガルもアイルランドもキプロスも解決したわけじゃない、まあこういうことでですね、このいわゆる21世紀においてはまた別の見方ができるであろうと、まあ、私はまあこういうふうに見てるわけ。So the 20th century, we had a war every 10 years. And in 1940, Japan lost the war. Then in 1950, there was the war where the Korean peninsula was split in two, and northern part quasi taken by China, and the southern part by United States, NATO. Then in 1960, almost same thing happened to Vietnam, and again it was split half in between. The south was China influence, northern United States influence, and as they won, the Soviets won. People were running from Vietnam. It was called boat people. They attempted to run to escape the country, and many of them died, so they were also victimized. They were victims. Same in Korea, they died. So again, Asians were victimized. Next, Kissinger went to talk to Brezhnev, and so that's how they stopped the war in Vietnam. But still, there were many victims. Then in 1970, the Middle East war in between Egypt and Israel, and we know that Israel is supported by the United States and Egypt by the Arab world. Next, in 1978, Jimmy Carter went to Israel to clear this situation. In 1980s, Iran-Iraq war. At that time, there was a lot of money accumulated in the Arab countries thanks to their oil exports. And so this military-industrial complex was thinking how to get that money, and this war was created in between the countries, and weapons were sold to them, and both were victimized again. And then in 1990s, the Iraq war led by United States. So in all those years, the Asian part of the world was victimized. They've been sold weapons to. They've lost their fortune with these weapons. They lost their people. And that's how it was the 20th century. And Sosai tells us that the next century, the 21st century, right now, as we see, United States has financial problems. Europe, it looks like it's getting better, but still the problems are not fixed. So all those NATOs and United States, Europe are now having problems. But the Asian part is going to be better. So it's time now, it's the time for Asia, for the Eurasian Alliance, for the ASEAN countries to finally
raise in the world and get the leadership and be the ones who have something to say. それでは20世紀の後半に、いわゆるアメリカ NATO 対ソビエトという時代があって、ソビエトの大統領であったゴルバチョフが、いわゆるペレストロイカっていうのを考えた、いわゆる自由にしようと、コミュニズムをいわゆるデモクラシーを入れる、キャピタリズムを入れる、コミュニズムとキャピタリズムとデモクラシーと混ぜるという、こういうことがペレストロイカなんです、ね、だから、自由にビジネスをしてもいいよと、財産ライトも権利も与えるよと、こういうことを言ってフリーダムとこうなったら、これは全部ゴルバチョフはおだてられて乗せられてノーベル賞をもらいたいがために、全部ソビエトを売り飛ばしまった、それで1989年に、次から次へと全部ポーランド、チェコ、スロバキア、ルーマニア、ハンガリー、ブルガリア独立したわけです、ね、インダペンデントな、そしてこのいわゆるエストニア、ラトビア、リトアニア、ベラルーシ、ウクライナ、モルドバ、全部これ今のソ連から独立していく、ね、アゼルバイジャンからカザフスタンからトルクメニスタンからウズベキスタンからタジキスタンからキリギスまで全部独立しちゃった、バラバラになったわけです、これで20世紀はアメリカ NATO がソビエトをディストロイしたと、大ポリティカルワーで勝ったと、大勝利を挙げたとこうなったわけです、でゴルバチョフがノーベル賞をもらった、ノーベルピースプライズをもらった、平和賞、それ結局喜んだのは NATO アメリカだ、勝ったで、ね、世界はアメリカを中心とする一大勢力でまとまると見られた、そして日本もアメリカとのアライアンスだと、ところがゴルバチョフは引退して、そして新たなるリーダーが生まれてきた、これがもう一度いわゆる勢力をソ連と同じ勢力をロシアを中心とする形で作り上げようと、これがウラジミール・プーチンの出現とウラジミール・プーチンのストラテジー、失ったものをもう一回取り戻すという旧ソ連の時代へ戻そうという運動が始まった。So in the 20th century, Russia was this huge communist state, and at that time, Gorbachev, when he became president, he was finally convinced to give this freedom to all the people, the freedom to have their own business, to be capitalist while having democracy and communism. So it was a mix, and that was the perestroika. And Gorbachev received the Nobel Peace of Prize for this act, and the great Soviet Union was split. All the countries were
gaining independence. And then there were many revolutions that happened in the countries that were former part of this communist, Poland and Romania and such countries took down their leaders, their dictators, and aimed towards democracy. And so at that time they lost. We can consider that this great Russian Empire lost, and NATO and United States won, and they were not a threat anymore. But now Putin is aiming to bring back all the countries that belonged to this great union long ago, and strategically with economic and military power and a lot of economical intelligence, he is aiming, and that's what Putin will want and Russia will want now, to recover all the strength and the bonds they had with the countries in the former Soviet Union and the communist countries. そのいわゆるゴルバチョフによってワルシャワトリート、はい、条約機構が全部潰れた、崩壊した。そうすると安全保障上にも弱い国になっちゃう。いわゆるソ連は、そのワルシャワトリーティはどういうトリーティでした？ワルシャワ条約機構はいわゆるポーランドから、ポーランドのワルシャワでトリーティしたから、ワルシャワ条約、このポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、昔のユーゴスラビア、昔の、そして全部ソ連がトリーティして、安全保障のいわゆるセキュリティは、全部一体でやるというアライアンス、ワルシャワアライアンス、ロシアアライアンス、ソビエトアライアンスです。これ全部この一体が、このいわゆるあれがゴルバチョフはぶっ壊したわけです。だからそれでロシアは弱い立場になって、彼らは NATO へ行ったわけですから、イーストジャーマニーもなくなったわけだから、でもこれは EU 行ったわけ、 NATO 行っちゃった、そうですね。イーストジャーマニーもワルシャワ条約入ってたんです、だからウエストジャーマニーとイーストジャーマニーの間に壁があったわけ、全部これが NATO へ入ったわけです、ポーランド、こういういわゆる人間の体で言ったら、まあ胴体と頭が残って、手も足もみんな切られている、だからロシアは頭と胴体だけで何もできないとこ、手がないから、それを手をつけて、足をつけたのはプーチンだ、そして立ち上がったわけ、そしてウクライナを戻そうとしたり、ハンガリーを戻そうとしたり、ユーゴスラビアの独立した国を全部戻そうとしたり、アゼルバイジャンを戻し、ジョージアを戻し、全部戻したわけです。手も切られ足も切られたロシアが、もう一回手をつけ出した、これが今完全に今元の形になってきたわけ、ゴルバチョフによって全部これ切られちゃった、切ったゴルバチョフだけがノーベルプライズもらった。すごいですね。だから私はプーチンはただの人間じゃないと言ってる。切られた手足をまた元へ戻した、そしてこれをなおかつ強くしてる。ソ連時代よりも強く今なってるわけ。
ね、だからエアフォースもスペースもそうですね、ネイビーもアーミーもサイバーのストラテジーもすべて CIA や MI6 や、ね、いわゆるそのイスラエルの、ね、情報機関よりも高いレベルのものを今作り上げているわけです。これ今そのいわゆる時代が21世紀にこれから向かおうとしているわけです。So when Gorbachev did the perestroika, he actually destroyed the Warsaw Treaty, and that Warsaw Treaty that was signed in Poland was a military unity and concept unity in between many countries, except for so not only the Soviet Union, but Hungary and Poland, former Yugoslavia, Czechoslovakia, Romania, all those countries signed the Warsaw Treaty, so they were supposed to defend each other and be a strong bloc of defense. And this was their response against the NATO countries. Even Germany, that was split in two, half of it was part of this Warsaw Treaty. But when Gorbachev did what he did, he broke this great empire in pieces, and it was only him who got the Nobel Prize. But he reduced Russia or the Soviet Union to something that has only head and body. So all the hands, the legs were chopped away, and Russia became very small, very not powerful country. And so Saichodo in Daikaku tells us that Putin is not a simple person. He's not just a normal human. He was able to take this body without limbs, this body with only head and body to re-establish and to make it strong, and to make it to make all the countries that formerly belonged to them again start bonds and economical collaborations and rely on the support from Russia. So Putin is really incredible for what he succeeded. Not only that he succeeded to get the hands and the legs back to this body, but it's able to walk, and it's so strong. They are strong in technical matters, in space science, in military science, even cyber science, and this is a very interesting and amazing person. そういうことでいわゆるこの21世紀はですね、ユーラシアを中心とするアライアンス、それから今上海条約機構というチャイナを中心として中央アジアを含む上海条約機構というのが今、サミット持たれている、はい、ユーロシアンサミット、上海条約サミット、そして ASEAN と、はい、ASEAN サミット、このユーロシアアライアンス、いわゆる CIS を中心とするユーロシアアライアンス、はい、上海条約機構、はい、そして ASEAN、この3つの勢力がですね、はい、大きな力を持つ、そのセンチュリーが21センチュリー、21世紀になってくる、はいはい、もうなりつつあるわ、はい、だから今経済的に最も将来大きな力を持つのはどこだと、ロシアです。これはそのリーダーは誰だと、プーチンです。
だからプーチンが生きてる限りはですね、チャイナはプーチンの下で、チャイナセブンはプーチンの下で支えるだろう。ああ、プーチンの下。下。プーチンの上には立てない、今の、チャイナセブンは。そしてその時にインド、そしてこの今のインドネシア、マレーシア、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム、ミャンマーとこれから上がってくる、この周辺のフィリピンも入れたんですね、ASEAN の勢力、それから中央アジアですね、この中央アジアとインド、このいわゆる勢力、これは全部まとまってユーロシアの下につくわけ、ユーロシアアライアンス、だからこのユーロシアの時代が21世紀だと、そうすると20世紀はアジアが10年に1回戦争で犠牲になって死ぬ、お金を取られる、ずっと1940年、50年、60年、70年、80年と取られた、21世紀はユーロシアと上海条約機構と ASEAN の時代、これが今度は犠牲者になるのは、死ぬのは EU、アメリカ、こういうチェンジが行われる、その時にアフリカとサウスアフリカはユーロシア側につく、大きな力が今アフリカにも投資されている、チャイナキャピタルが、それから南米にも大きなキャピタルが投資されている、これがいわゆる全部 ASEAN サイド、上海条約機構サイドについてくるとなれば、勢力は、いわゆるアメリカ EU からユーロシア側に変わってくるということです、ユーロシアの時代が20世紀の時代であることは間違いないと私は確信するわけです、Sosai Shodan Daikaku is telling us that the 21st century is absolutely going to be the century of the Eurasian Alliance. Right now, we have the ASEAN countries, the Shanghai Treaty, the Eurasian Alliance with the CIS, and those countries are getting economically more and more strong. And if it comes to that, even Africa is on this side. China is now investing a lot and probably financially controlling, supporting Africa. And then the countries in South America are also leaning towards this side. And if we would rank it, Putin's Russia, Putin is the strongest person in this alliance, and China is under him. So as long as Putin is going to be alive, China will be under Putin as a leader. So until now, in 20th century, every 10 years, the Asian people had some war happen to them and were victimized and losing their money. But it's a big change happening right now, and 21st century is going to be economically and power-wise totally shifted towards Asia, and Asia will take leadership of the world. だからプーチン大統領はですね、いわゆるユーロシアを支配する、そして ASEAN もチャイナも、プーチンの下につくだろう、そこにひっついてくるのは南米とアフリカだ、となればもう完全なる EU とアメリカもついてこざるを得なくなって、ワンワールドができるということなんです。ワンワールドがユーロシアエンパイアができるということです。だから
歴史の中で、はい、いわゆるアレキサンダー大王、はい、ナポレオン、今のヒトラーとか、世界を支配する構想を持って進んだ人たちがおるわけ、いわゆるアレキサンダー、ナポレオン、ヒトラーを超えるのがウラディミール・プーチンになるだろうと。And so until now, there were other very smart people who tried to get the entire world under their control, and to those we could count Alexander the Great, Napoleon, and Hitler. But even stronger than them and more smart is Vladimir Putin. That's what Sosai Chodo Daikaku tells us. He is going to be able to keep this Eurasian alliance stronghold together. Africa is joining, and South America is joining. And when these powers will be united, of course, EU will have nothing else to do but to join in, and America too. So that's how he will unite the entire world. And so he is a person that we should see in the next years to come will remain in history of uniting and having the entire world together, much more than Alexander or Napoleon or Hitler. だから、プーチンが今これの構想通りですね、ユーロシアアライアンスをエンパイアにしてですね、世界をまとめれば世界のヒストリーでナンバーワンのリーダーに、キングになれる、そういう人物です。そのプーチンと大体同じレベルのパワーを発揮できるポテンシャルを持っているのは日本にいてるわけです。これは橋本徹なんです。日本維新の会の橋本徹なんです。橋本徹。And Putin is going to be probably the most respected person in history in the years to come. But Sosai Chodo Daikaku tells us that there is someone as strong as Putin, as smart and as knowledgeable in Japan, and that person is part of the Nihon Ishin no Kai party, and his name is Hashimoto Toru. So the Japanese people should check out and support this Hashimoto Toru, because otherwise Japan will have to be again subordinate of some other country. We thank you for today and see you next week. これからも日本を取り巻く国際